それでは行きましょう。よろしくお願いします。本日はこちらの富士落下症候群やっていきたいと思います。こちらは命がけの学園ミステリーとのことですので、私が果たして解決できるのか、この凝り固まった脳みそでいけるのか、行きましょう。朝の光が教室の窓から差し込み、静かに机に並ぶ空間を照らしている。その一角に立つ少年、西上。白い光が彼の立つ場所に柔らかな陰影を落としていた。座席にいる生徒たちの顔には初めて出会う者への興味と一抹の警戒が混じっている。西上はにこやかに微笑み、一礼をしながら口を開いた。はじめまして。西上悦里です。悦里っていう名前なんだ。珍しいね。今日からこのクラスでお世話になります。その言葉は静かに空気に溶け、教室の中でさざ波のように広がった。クラスメートたちがざわつき、小声で、かっこいい、稽古顔だ、など、様々な囁き声が漏れる。けれど、どこかで聞き慣れたその反応に、西上は少しだけ寂しさを覚えていた。この場所もまた、やがて自分にとっては、通り過ぎる教室になるかもしれない。今見ている光景もいずれは記憶の中で薄れていくだろう。そんなことをふと考えた西上だったが、それでもどこかでわずかな期待が芽生えていた。もしここが今までの学校とは違う場所なら、と。西上くんの席はそこです。近江は西上の隣の席で少し恥ずかしそうに微笑んでいる。朝の静謐に包まれる彼女の髪からは、控えめながらも優しい雰囲気が伝わってくる。近江っていうのは女の子なのかな。あ、近江さん。近江さん、いいじゃないですか。お隣ですね。あ、私は近江です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近江はにこやかに微笑んでから、ふと気になったように尋ねる。そういえば、西上くんの名前、珍しいよね。どういう意味があるの？悦里は建物の構造を支える資材のことです。窓や引き戸に使われる目立たない部分ですね。すごい。そんな意味があるんだ。地味ですが見えないところで周りを支える、そんな風に育つように名付けられたそうです。近江は少し感心したようにうなずき、隣に座る西上をもう一度見つめる。でも西上くんは地味どころか、むしろ目立ってるけどね。あ、もしかして整形とかしてるの？西上が一瞬戸惑うと、近くで話を聞いていた伊万里が冷静な表情で口を挟む。近江さん、失礼よ。初対面でそんなこと聞くもんじゃないわ。あ、ごめんなさい。つい。だってなんかすごくキラキラしてるから。そうですそうか、普通ですよ。近江はふわっとした微笑みを浮かべながら、机の上に置いた手を軽く揺らしている。伊万里はため息をつきつつも、その場が和んだのを見て、静かに前へ向き直った。教室の中に少しだけ和やかな雰囲気が漂った。休み時間の鐘が鳴り、教室が少しざわつき始める。その中で伊万里が西上の前に立ち、引き締まった表情で声をかけてきた。西上くん、せっかくだから休み時間に学校案内するわ。あ、私は伊万里、学級委員長だからいろいろと頼りにしてくれて構わないわよ。伊万里さん、案内していただけると助かります。伊万里は軽くうなずき、西上を先導するように教室を出る。廊下はすでに他のクラスメイトたちもいて、時折西上にちらりと視線を送っていた。ここは1年生の教室で2年生と3年生の教室とは階が違うの。図書室や音楽室、体育館も場所が決まってるから、後でそっちも紹介しておくわ。なるほど。結構広い学校なんですね。変更が多いとは聞いてたけど、何か困ったことがあれば相談して。西上は一瞬彼女の言葉の真意を測るように伊万里を見たが、彼女は視線を合わせずに歩き続ける。ちょっとミステリアスな感じなのかな、伊万里さんってね。伊万里さん、凛としていて頼もしい人だな。あと、ここが図書室。静かな場所だからここは落ち着くわよ。ふと歩きながら伊万里が思い出したように言葉を紡ぐ。
さっき、近江が少し変なこと聞いてきたけど、ごめんなさいね。あの子天然なのよ。都会の人は全員整形してると思ってるの。いえ、気にしてません。むしろ気さくで楽しい方ですね。まあ、そう言ってもらえるとありがたいわ。西上は静かにうなずきながら、伊万里の後をついていき、彼女の話を淡々と聞いていたが、冷静で無駄のない彼女の案内に、彼はほのかな感謝の念を抱いた。お、ちょっとグッと来てるかな？昼休みの鐘が鳴り、教室は一気に活気づいた。西上の周りには次々とクラスメートが集まり、彼を囲むようにして様々な声が飛び交い始める。興味津々といった表情で西上に近寄ってくる彼らの様子から、転入生の関心が強く感じ取られた。俺、松島、2年間よろしくな。こちらこそよろしくお願いします。松島の元気な挨拶で続き、今度は品のある雰囲気の鈴宮かな？鈴宮が、西上に身を乗り出して訪ねてきた。あ、塩宮か。ごめんなさい。塩宮さんね。西上くんは攻め？それとも受け？このクラスの男の子の中だと誰が好みですか？西上は一瞬言葉を失い、どう答えたものかと困惑する。私も多分失いますね、これね、聞かれたら。だがその隣で、菅谷がため息をつきながら口を挟む。はぁ、塩宮、転校生に劣情を向けるんじゃないよ。あ、ごめんなさい。なんていうか下品なんですが。私は、菅谷くんと美代くんのカップリングが好きなんです。これが美代くん？塩宮さんって本当に野球が好きなんだね。周囲のクラスメートたちが笑いをこらえつつ、西上の様子を伺っている。賑やかなクラスだな。すぐに話しかけてくれるなんて、思ってたよりもフレンドリーな人たちかもしれない。そんな西上の心中を知ってか知らずか、塩宮が再び話題を変えて声をかけてくる。ところで、西上くんは何か部活とかやってたの？以前の学校は少しだけですけど、部活には参加してました。へえ、どの部？こっちでも入ればいいじゃん。西上ならどこでも歓迎されると思うぞ。クラスメートたちの親しげな様子に西上は少し微笑んで答えた。新しい環境での昼休み、彼は賑やかなクラスの中で温かな居場所を見つけていた気がした。清掃時間、タラが教室の掃除をサボって床に座りスマホをいじっている。その様子を見た伊万里が軽くため息をつき困った顔をしている。喋ったこともない相手、注意するのは差し出がましいけれども、どうする？うおー、これはセーブだ。様子見するか、タラさんも手伝っていただけると助かりますなのか。これ、どっちの方がクラスの子と仲良くなれるんだろうね。もうこれはでも今回はもう自分の純粋なこの脳みそと思考力、そしてミステリーを解決する推理力でいきたいので、純粋にいきます。どうしようかな。やっぱ転校生は様子見した方がいいんじゃない？いきなり行ってね、嫌われちゃったらあれなんで、様子見しよう。転校早々、クラスメートに注意するのは勇気が。働きアリの全体の2割はあんまり働かないというし、自然の摂理。西上はタラがサボっているのを気にせずそのまま掃除を続ける。やがて掃除の時間が終わり、タラは何事もなかったかのようにスマホをポケットにしまい、軽く伸びをして教室を出ていく。伊万里はやや疲れた表情を浮かべているが、何も言わずその場を離れる。放課後か。放課後のチャイムが鳴り響き、教室は少しずつ静けさを取り戻していく。生徒たちは帰り支度を始め、それぞれ席の会話を楽しんだり、廊下に出たりしている。西上はふと教卓に貼られた席表に目を向ける。名前が整然と並んだその表をなんとなく眺めていると、不思議な違和感を覚えた。座席表で？これか。普通に教卓があって、文山長平太良、商陽天城赤峰犬飼伊万里。これはなんだろう、あいうえお順か？いや違うな、あいうえお順では全然ないね。でもなんか
あから始まる子が並んでたり、いから始まる子が並んでたりはするね。西上の周りは、なんか全然にから始まってる子でもないしね。むしろ西倉ってのが下の方にいるな。全然なんか何か違和感あるこれ。選択か。違和感があるかないかおかしい。席表はおかしい。席順おかしい。いやー、私は純粋におかしいと思えなかったですね。まあ、私も高校生の時にありましたけど、席替えとか。基本9時とかでなんかバラバラだった気がするんで、違和感ないかな。台湾や中国の地名が、マジで？そう。その時、近江がカバンを抱え、帰り際にそっと西上に声をかけてきた。何かあったらいつでも相談してね。辛いことがあっても、無理しなくていいからね。ありがとうございます、近江さん。でもどうしてそんなことを？近江はふと遠くを見るような目をして、言葉を探すかのように一瞬黙り込む。ただ、人間関係っていろいろあるから、何があっても一人で抱え込まないでね。西上は近江の言葉に含みを感じつつ、彼女が何かを伝えようとしているのか、測りかねていた。彼女の視線にはわずかな不安が宿り、このクラスに何か隠された出来事があるように思えた。このクラスは何かあったのだろうか。人間同士の関係はたやすく理解できるものではない。クラスメートたちが徐々に教室を出ていく中、西上は一人静かに席表を自分の席と見つめ、クラスに漂うわずかな違和感に思いを巡らせていた。11月の肌を刺す冷たさが教室に漂い、静けさより深まっている。生徒たちはそれぞれの席につき登校した友人たちと挨拶を交わしている。近江の席は空席だった。近江ちゃんってさっきいろいろ抱え込まないでねって言ってきた子でしょ？なんで休みなんだろう。松島が笑顔で教室に入ると早速伊万里に声をかける。伊万里ちゃん、おはよう。伊万里のそっけない返事に一瞬片思いとしつつも、松島はすぐに明るさを取り戻して隣を向く。今日も寒いね。見ろよ。つがやなんか雪だるまみたいだぞ。その姿勢の先には分厚い斑点を羽織って席に座っている今やの姿がある。教室内でその格好は明らかに場違いだが、本人は全く気にしていない様子で机に座っている。それ高速違反よ。いい加減学ラン来てくれない？寒いから、しょうがないだろう。今里はため息をつきながらも諦めた様子で席に戻り、松島はニカッと笑いながらその様子を眺めている。澄んだ冷気が教室に澄み渡り授業が始まる。教師が黒板に公式を書きながらゆっくりと授業を進めていく。教室に漂うのは静寂な緊張感。やがて教師が少し厳しい表情で教室を見渡し、誰かを指名する。西上くん、この問題の答えをどうぞ。教科書には因果関係についての内容が書かれている。それは出来事の連鎖や原因を見つけ出すための基礎的な考えを学ぶ単元である。A は B の影響を受けていますが、B の原因には C に由来にします。その通り、因果関係を見つけることが推理の基礎になります。これ何？推理の授業なの？教師がさらに目を細めて微笑んだ後、目を黒板に向けてから再びクラスを見回し、今度は伊万里を指名する。では伊万里さん、この式を前に出て板書してもらえますか？一瞬困ったような表情を見せた伊万里は、少し戸惑いながらもゆっくりと立ち上がる。しかし板書するための一歩がなかなか出ず、かすかに目を伏せている。わかりません。教室中にわずかな緊張感が漂う中、ミオが少しだけ声を低くしてつぶやく。伊万里さん、時々こうやってめんどくさがるんだよね。本当はわかってるのか？教室は一瞬静まり返るが、教師は軽くため息をつき、彼女を促す。そうですか、伊万里さん。次はしっかり準備をしておくようにしてください。伊万里は少しうつむきながら自分の席に戻り、教室は再び静寂へと戻っていく。どういうことなんだろうね、今のね。クラスでのグループワーク中に、天城と赤峰が手を抜いておしゃべりをしている。
作業が進まない様子に、伊万里は諦めた目をしていた。まあ私が全部やるのはいつものことだけど、特に親しくもないのに注意するのは気が引けるな。また注意するかどうかか。赤峰くんは出た案のメモを、天城さんは予算の検討をお願いしますね。二人は放っておきましょう。僕も頑張りますので。二人は放っておきましょうってことは、これどっちかというと、なんだろう。天城さんの味方ってこと？僕も頑張りますってのは。まあ、放っておきますか。ね、僕も頑張るから。天城さん、一緒に頑張ろう。転校早々、むやみに荒波を立てるのは控えておこう。天城さんじゃないわ、伊万里さんね。もうまた名前間違えした。ほんとごめんなさい。西上と伊万里は二人でその後の作業を進めた。授業が始まってしばらく経った頃、廊下から足音が近づき、教室の扉がそっと開かれる。他の教師が少し戸惑いがちに顔を出し、担任教師に向けてコソコソと何か耳打ちをしている。担任教師は一瞬前を潜め、表情が険しくなる。それから教室に視線を戻し、深くため息をつき、いつもとは違う重々しい口調で話し始めた。皆さん、少し静かに聞いてください。生徒たちは何が起きたのかと互いに視線を巡り合わしながら、教師の表情に注目する。担任の声はどこか沈んでおり、教室には張り詰めた空気が流れる。昨夜、大見さんが不幸にも亡くなりました。大見さんってあの子でしょ？教室は一瞬凍りついたかのように静まり返る。その後、徐々にざわめきが広がり、クラスメートたちが動揺し始める。嘘でしょ？大見が昨日まで普通にいたのに。伊万里や松島は目を見開き、信じられないという表情で先生を見つめる。肩を寄せ合いながら、戸惑いを隠せない様子の生徒もいる中、西上は一人、表情を変えず静かに周りの反応を観察していた。これこそ転校生だからなせる技だな。隣に座り、挨拶を交わしてくれた彼女の顔がふと浮かぶ。話したのは少しの時間だけだったが、その短い時間がかえって胸の奥に染み込んでいた。なぜ彼女が？ざわつく教室に沈痛な空気が漂い、誰もが心の中で近江の死を受け止めようとしていたが、その真相を知る者はいなかった。深い悲しみは沈黙の中で最も語る。昼休みのチャイムが鳴り、クラスメートたちがそれぞれ席を立ち、教室のあちこちに集まってざわつき始める。普段は軽やかで明るい昼休みの雰囲気だが、今日は違っていた。圧迫感のある空気が教室に満ち、生徒たちは小声で話し合いながら、どこか落ち着きがない様子を見せている。生徒たちの視線が自然と近江の空席に集まり、その姿がないことに不安が募っているようだった。クラスの一角で数人の生徒が小声で話し始める。昨日まで元気だったのに。近江が、どうして？何があったんだろう？仕事か？病気だったのかな？囁く声が周囲に漏れ、不安と恐怖の色を隠しきれない生徒たちの表情が徐々に強まっていく。その時、松島がふと周りを見回してから思わず口を開く。それにしてもさ、西上が転校してきたその次の日だぞ。まあ言われてみれば転校があって何かがあったと考えることもできるのか。教室の空気がさらに冷たく感じられる中、松島を一別し、少し低い声で静かに一周する。つがやか。ごめんなさい。つがやですね。くだらないことを言うな。そう言いながらも、つがやの視線は落ち着きもなく窓の外に向けられ、普段は冷静な彼も内心動揺を隠せない様子だ。西上はそんな彼らの会話を耳にしつつも、表情を変えず静かに教室の様子を観察している。どうする？近江さんのことを少し調べてみよう。深入りしない方がいいかもしれない。これは、まずセーブだ。これは、深入りしなかったら多分事件解決もクソもないと思うんで、深入りしますよ。近江さんのことを少し調べよう。やはりなぜ近江さんが亡くなったのか気になります。修礼後の空気はひんやりと澄み、薄暗い夕暮れが校舎を包み始めていた。西上と伊万里は窓から校庭の花を見ている。
西上が目を留めたのは近江が世話をしていた花の散った花びらだった。咲く花も散る花も美しさに変わりはない。ただ、散る方が少しだけ切ない。この冬桜は近江さんが世話してたのよ。変な時期に散ってくれるわね。伊万里は少し考え込むように花びらを見つめ、何か思い出したかのようにつぶやく。思わぬ時期に咲くのは狂い咲きとか藤開花って言うけど、散るのにもそういう言葉ってあるのかしら。タイトルですね。藤落花。藤開花の逆ってことでしょ。西上もふと視線を落とし、舞い落ちる花びらを見つめたまま静かに考え込む。しばらくしてぽつりと答えが口をつく。もしその逆を表す言葉があるとしたら、藤落花でしょうか。藤落花。伊万里が不思議そうに繰り返す中、西上は少しゆっくり手を伸ばし、花びらを指先で外を撫でるようにしながら再び口を開く。散るべき時を待たずに短く命が消えていくようで、なんだか尊いですね。伊万里は西上の言葉に少し戸惑ったようにしながらも、彼の横顔をじっと見つめる。なんだかあなたらしい言葉ね。私ならそんな風に思いつきもしないわ。西上は微笑み少し遠くを見つめるような目をする。そうですか。でも僕はこうやって咲いては散ってを繰り返してきただけかもしれません。それってどういう意味？彼女の問いには答えず、西上は微笑んだまま歩き出す。彼の後ろ姿が夕暮れの薄明かりに浮かび上がり、やがて影に溶け込むように遠ざかっていった。いやー、これ全然わからんぞ、現時点では。なんで亡くなったんだ？美容は静かにカメラを構え、窓の外で咲く花やクラスメートたちの何気ない風景を撮影している。不意に女子たちが近づいてきた。天城さんか。ねえ、美容、また撮ってるよ。前も私の後ろ姿とか撮られたんだよね。あれってもしかして。ほんと？なんかやっぱり、盗撮野郎じゃ。その言葉を聞いた美代は一瞬手を止め、悲しそうに視線を落とす。誰にも気づかれないようにカメラをそっと下ろし、小さな声つぶやく。違うのに。ただ、思い出を残したいだけなのに。そんな美代の様子に気づいた西上が静かに近づいて声をかける。美代くん、大丈夫？写真を通して思い出を残したいだけなんですよね。10代の今、この瞬間は、その時は気づかなくても、過ぎ去ってみると、とても尊くて短いものなんです。それがどれだけ特別かは、過ぎてからじゃないと気づけません。西上くん。西上は優しい笑顔で美代を見つめ、彼に少しでも安心感を与えようとしている。その言葉に美代はわずかに肩の力を抜き、そっとカメラを持つ手に力を込めた。ありがとう。でも周りはどうしても分かってもらえないみたいだね。大丈夫。きっとちゃんと分かってくれる人もいるはずですから。その言葉に美代は少しだけ微笑みを浮かべると、再びカメラを握りしめた。その背中にはまだ少しの迷いが残っていたが、西上の言葉が心の支えとなっていたのだった。放課後のチャイムが鳴り、生徒たちは次々と教室を出ていく。クラスメートたちの賑やかな声が徐々に遠ざかり、教室には静寂が訪れる。西上は一人教室に残り、周りの空気が急に重たく冷たいものに変わったのに感じた。彼女の死には何か隠された事情があるのかもしれない。西上は立ち上がり、教室内を静かに見渡す。ふと、校内の他の教室の確認をしようと歩き出した。廊下を進み、各学年の教室を覗き込んでみる。どの教室も机と椅子がきっちりと30席並んでいるのがわかり、そこでふとあることに気づく。お？僕が来るまで29だった。僕が来るまで30だった。どの教室も30並んでて、で、さっきの席表を思い出すと、正確に覚えてないけど、全部埋まってたよね。で、一席余ってる感じもなかったから、多分5、6、30、6、5、30な感じで、30ぴったし。それは西上を入れてだったんで、29でしょう。これノーセーブでいきます。29。
他の学年も30、つまり留年した人がいたわけではない。このクラスは他の誰かがいたはず。ってことは西上が来る前に一人いなくなったってこと？翌朝、西上が教室に入るとクラスメートたちの雰囲気はどことなく重たく感じられる。昨日まで親しげに話しかけてきた一部の生徒が遠巻きに話しているのが耳に入る。小声で囁く声には近江の死を受けて不安と戸惑いが見え隠れしていた。ねえ、でもなんかタイミングがさ、転校生が来た次の日にあの近江が偶然にしても不思議じゃないか。バカなこと言わないで。西上君は関係ないでしょ。タラや松島は伊万里の一周に黙り込むが、不安げにうつむきながらまた疑念の色を隠せない様子だ。その視線を感じながらも西上は表情を変えず淡々と席に着いた。怪しいな。なんかあったんだなこれ。昼前の寒空の下、湯たんぽを抱えて震えながら太鼓を受けている姿を西上は発見する。この子は寒がりなんだね。菅谷くん、それ湯たんぽですよね。当然だ。これがないと外に出るのも危険だぞ。今年の冬はきっと死ぬ。そうですか。あ、松島が菅谷の湯たんぽを奪い取り、男子数名が湯たんぽでラグビーを始めた。返してくれ。あ、寒。校庭に集まってきていたクラスメートたちは思わず笑いをこらえながらも、菅谷の真剣な寒さ対策を見守るのだった。湯たんぽでね、対策ってなかなかですよね。昼休みになると、西上は教室の後方に立つ美容に姿に気づく。美容は手に持ったカメラを構え、窓の外に咲く花にレンズを向けていた。その花は、近江が世話していたもので、花びらが一部散り始めている。冬桜だったかな？早く撮らなきゃ。少し散っちゃってる。美代がシャッターを切ると、その音が静かな教室に響いた。西上は興味を示し彼に声をかける。その花、近江さんが世話していたものでしたよね。ああ、そう。あの子、天然だけど、花の世話だけはしっかりしてたんだよね。西上がさらに興味を示して美代に近づくと、美代はカメラを差し出して軽く微笑む。写真、見る？ぜひ見せてもらえますか？美代はカメラを操作してこれまで撮ってきた写真を西上に見せてくれる。デジカメだからね、見れるんだろうね。その中には、近江の育てた花の写真や何気ないクラスメイトの様子が収められている。こいつは榎本。今はもういないけどね。ほら来た！誰かいたんだよ、やっぱり。30人目が。榎本ね。榎本くんですか？ああ、よく伊万里と一緒にいた。あいつは伊万里にだけは親切にしてもらってたからね。伊万里にだけはっていうのが変だよな。他から変な扱いを受けてたってことでしょ？そうだったんですね。美代はその後カメラの操作を続けているうちに祖父の写真が映し出される。それを見て懐かしそうな表情で話し始める。俺のじいちゃんも少し前に亡くなってさ、普通のじいちゃんだったよ。みかんとクロスワードパズルが好きで、よく解いてたっけ？まあ年だから仕方ないよね。西上は美代の言葉に小さな違和感を覚えつつも、それ以上は追求せず、美代がカメラ越しに捉える世界に心を止めた。塩宮さん。これ塩宮さんの鼻息が荒いってことなのかな？なんか白くなってるけど。西上くんはスパダリ要素があるので、攻めと見せかけての受けですね。どういうことこれは菅谷くんとのカップリングがたぎります。スパダリってどういう意味ですか？やめた方がいい、西上くん。塩宮さんはこういう発作を起こすと手がつけられなくなる。あら、では西上くんの好みタイプってどんな人ですか？この質問なら問題ないでしょ、菅谷くん。そうですね、僕は芯のある方が好きですね。やだ、それって菅谷くんじゃないですか？もう塩宮のテンションは最高潮に達し、菅谷に視線を向けている。菅谷は少し戸惑いつつもどこか嫌そうには見えず、苦笑いを浮かべている。
そんな二人の様子を見て西上は微笑み、心地よさそうに教室を見渡していた。放課後の空気が少しずつ冷えて、教室には夕方の穏やかな気配が満ちてきている。放課後、西上は日直のために教室に残り日誌を書いていた。そこに学級委員の伊万里がやってきて日直の仕事についていろいろと指示を出している。日誌はこんな風に書いてくれたらいいわ。あと黒板消しもきれいにしてくれる？わかりました。伊万里が何気なく彼の書く文字を見てふと感心したように口にする。西上くんは字がきれいね。ありがとうございます。読みやすい方がいいかなと思いまして。伊万里は軽くうなずき、少し気まずそうに視線を外しながらも微笑み返す。日直として掃除のためにゴミ袋を取り替えていると、教室の片隅に置かれたゴミ袋と壁の隙間に何かが挟まっているのを見つける。西上は手を伸ばして拾い上げると、それは未使用のレターセットだった。数枚の切手も添えられている。どうしてこんなところに？それ、榎本くんが転校するときみんなに配ったものだわ。誰かが捨てようとして隙間に入ったのかも。そうなんですね。転校なんだ。転校でいなくなったんだ。はあ、はあはあ、今里はそれ以上は問いたださず、帰る支度をし、西上は事件の真相に少しずつ迫っている気配を感じていた。マジでもう感じてんの？いやー、私まだ感じてないけどなー。教師が教室に現れ、今里は急に仕事を頼まれる。今里はため息をつき、大量のプリントを抱えていた。今里さん、その仕事は？この仕事は大見さんの仕事だったの。亡くなってしまったから当然、学級委員の私がね。今日が締め切りらしいわ。先生も忙しいのはわかるけど、もっと余裕持って振っといてほしいもんだわ。今日は予定があるけど、今里さんが大変そう。どうする？手伝うか、予定があるから失礼するかか。まあ、手伝おうよ。ね、彼女も頑張ってる気がするんで。まあ一応セーブだな。よし、じゃあ手伝います。予定はいつでも変更できるし、今里さんを助けたい。今里さんは少しだけ驚いた様子を浮かべたが、やがてニコリと微笑む。おう、あからめてますよ。ありがとう、西上くん。正直、夜までかかると思ってたの。生徒の回答したアンケートを集計して統計を出す作業を、うわ、こりゃ大変だわ。二人は夕方には終わらせた。週明けの月曜日、休日を挟んだクラスメートたちは意外にも少し落ち着きを取り戻しているようだった。近江の死から時間が経ったせいか、各自が普段通りに会話をしている。登校した西上はふと犬飼の席に目をやるが、彼の姿がまだ見当たらない。少し不安を感じつつも周りのクラスメートが気にする素振りがないのを見て首をかしげる。犬飼くんまだ来てないけどみんな気にしてないんだろうか。すると近くで松島がふと話しかけてくる。あ、犬飼？あいつは月曜はいつも遅刻してくるから気にしなくていいよ。西上は軽くうなずくものの犬飼が来てないことが頭に引っかかったまま自分の席に着いた。昼休み、いつも通り賑やかな教室の中、タラがアイスの蓋を舐めているところに、塩宮が顔をしかめながら近づく。てか、さっき遅刻してくるよって言った子は来たのかしらね。ちょっと、タラちゃん。蓋をペロペロしないの。はしゃないですよ。だって、この蓋のマーク集めて送るんだもん。今時そんなの集めるなんて何に応募するの？イニシアチブっていうアイドルグループでグッズが当たるんだよ。イニシアチブはみんな60代のおじいちゃんだからね、時代の流れについていけないんだよね。60代？周囲の生徒たちからは、タラと塩宮のやりとりにクスクスと笑い、西岸も二人を見ながら微笑ましさを感じている。さらっと出てくるね。60代アイドルってこと？授業始まってからしばらくしても犬飼の席は空席のままだった。ほーら。隣や後ろの席の生徒たちが不安げに視線を交わしている。その時担任の先生が重い足取りで教室に入り、やだよ、もう、クラス全体に向けて話し始めた。おい、ちょっと待ってよ、まだよ。
ちょっともう嫌ですよ、マジで。皆さん、静かに聞いてください。実は、犬飼くんが今朝亡くなっていたことが分かりました。詳しい状況はまだですが。その言葉が告げられると教室内は一瞬凍りついたように静まり返り、続いてざわめきが広がった。近江が西上の隣の席で、犬飼が西上の前の席で連続して、西上、西上が発端だって言いたいのみんな。西上くんの周りでばかりこんなことが起こるなんて偶然じゃないかも。はい。西上がいて、犬飼くんがこの前にいるんだ。で、横の近江さんは最初に相談してね、みたいなこと言ってきてくれた子でしょ？で、亡くなっちゃったんでしょ？じゃあ周りばかりって言ってるってことはもうこのまま言ったら伊万里さんとか、でもその下はなんかよくわかんないよね。貝原、神奈川。貝原雄山かな。クラス全体が小さなざわめきに包まれ、西上の周囲にいる生徒たちが距離を取るように少し身を引いていく。人間というのは恐怖に屈する時ほど無様な姿を晒す。先生はその不穏な空気に気づきながらも、表情を曇らせつつ授業を再開しようとするが、誰も集中できていない様子だ。西上の周囲の席に座っているクラスメートたちの視線がわずかに彼を避けるように向けられている。近江さんに続いて、犬飼くんまで偶然とは思えない。でも僕に何か関係があると思われているんだろうか。不安げな視線を感じながらも西上は表情を変えずに静かに席に座っている。みおくん、近江さんと犬飼くんの写真って撮ってないかしら。家ですか。みおの答えに一瞬の静寂が訪れ、先生はそのまま静かに教室を後にした。写真ね、家ね。残されたクラスメートたちはそれぞれ複雑な表情を浮かべながら、少しぎこちなく会話を再開した。怖いな。先生うつ病になっちゃわないかな。新卒なのに心配だな。ちょっとは危機感持ちなよ。伊万里、ちょっといいか？犬飼から朝 LINE が来ててさ、LINE って読んじゃってよ、読んじゃいましたね、これ。リネにしますね。リネが来ててさ、ちょっと気になって。どうしたの？どんな内容だったの？これなんだけど、犬飼のリネのメッセージ。マジ月曜日だろえわ。あんなマジで。親父がさ、自分の部下で今、服役中のやつに手紙書いたからって俺に出してこいってさ。もう服役中っていうところから、なんかね、事件との関係性とか思いたくなっちゃうよね。俺がやる意味わずがわかんねえし、つうわけで今日も遅刻するわ。ついでに映画見てくわ。これが犬飼が亡くなったことに関係あるのかな。どうかしらね。ただの偶然かもしれないわ。でもなんとなく気にはなるけど。そうだな。まあ今は深く考えない方が良さそうだ。伊万里が教室に戻ると思いもやらない光景が広がっていた。教室の一角に小さなこたつが堂々と置かれ、菅谷がお茶を飲みながらくつろいでいる。伊万里は呆れた表情を浮かべながら深いため息をついた。菅谷くん、こたつを学校に持ってこないで。ストーブがない学校が悪い。私もちょっとだけ入っていいですか？僕もみかんあるよ。VL 恋バナか大富豪しませんか？もう、みんな、本当にどうにかしてるわ。数十分後、今にも諦め顔でこたつに入り、みかんを一つ手に取った。静かなぬくもりが教室に広がる中、彼女は半ば投げやりに口を開いた。今日中に持って帰るのよ。素晴らしい。伊万里さん素晴らしいじゃないですか。こんな理解ある学級委員長いいじゃない。放課後、西上は教室に残りふと気になっていた榎本について伊万里に尋ねることにする。今井さん、少しお聞きしたいことがあります。榎本くんっていう名前を耳にしたんですが、どんな人だったか知っていますか？ごめんなさい。何も言いたくないわ。なんかあるな。伊万里は西上の問いかけを冷たく拒絶する。
話を聞くのは難しいと感じた西上は近くにいた菅谷に声をかける。菅谷くん、榎本くんについて何か知っていることがあれば教えてもらえますか？榎本は、犬飼たちからいじめを受けていたんだ。うわぁ、来たよ。ほら、転校したって言ってたけどね。犬飼は親が反社会勢力とか関係があるって噂で、周りも強く咎められなくて、僕もその一人だった。ああ、みんなでってこと？菅谷の話を聞き、榎本がクラスで苦しんでいた過去を知る西上。菅谷の表情からはそのことを反省しているのが感じるとや。放課後、教室に一人残り西上はふと自分の机に視線を向ける。他の机よりも古びており、傷が目立つことに気づく。うわぁ。この席にいたのは榎本ですよね。これ漢字が明らかに間違ってるんで、これはもう上を選ばないとダメでしょう。まあ一応セーブだ。上ですよ。この机は古いんじゃなくて傷だらけだ。たくさん蹴られたのかもしれない。火曜日の朝、西上は教室に入ると、昨日晩への喧騒がまるで消え去ったかのように、教室には重苦しい空気が張り詰めていた。犬飼の死から一夜明けたばかりだというのに、教師は深刻な表情で教室を見渡し話し始める。マジで？今度じゃあ、西上の後ろの席にいた子じゃないの？名前ちょっと何だっけ？皆さん、またお知らせがあります。そう、この子じゃなかったっけ？確か。違ったかな？実は、竹岡くんが昨晩、亡くなりました。教室は瞬時に静まり返り、驚きと動揺が生徒たちの表情に浮かぶ。しばらくの沈黙が続いた後、小声で囁く声が教室に広がり、クラスメートたちの恐怖がさらに募っていく。竹岡までそんな。クラスメートたちはいじめの主犯格だった犬飼に続く竹岡の死に、怯えと混乱を隠せない。教室が始まる前、何人かの生徒が小声で話し始め、竹岡と犬飼の連続した死に、怯えた表情を浮かべている。犬飼くんと竹岡くんって、榎本くんにひどいことしてたよね。復讐なんじゃないかって噂になってるよ。俺も、榎本、ちょっとからかったことがあった。次は、俺かも。いじめた人だけが狙われてるのかな。でも、ただ黙って見てただけでも恨まれる理由になるのかも。みんな勝手なこと言わないでくれ。大見さんが亡くなったのはいじめのこととは関係ないはずだ。それに、これが本当に復讐だとしたら誰がこんなことをするって言うんだ。榎本は九州に引っ越したって聞いたぞ。一瞬教室は静まるが、不安を完全に消すことはできなかった。でも、警察は一体何をしているんですかね。こう次々と。普通じゃないのに。そうだな。事件が解決することに時間かかってるな。そろそろ死因が判明してもおかしくありません。いずれにしても、彼らに何が起きたのかわからない限り、不安な不安も解消されないでしょうね。教室に漂う不安は払拭されず、むしろ疑念を深める生徒もいる。多くの視線が互いを探るように教室中を行き交い、場の緊張がますます高まっていった。もしかしてこのクラスの誰かが九州にいる榎本くんの命令で動いているんじゃない？でも、一番榎本くんと仲が良かったのって、伊万里さんだよね。そうなの？今発言をするのは共犯と疑われてもおかしくない。ああ、なるほど。誰かに頼まれて動いてんじゃないの。で、今、西上が口を出すと、やばいんじゃないの。口を出さない方がいいのか、伊万里じゃないのって言われたから伊万里をかばうか。喋りたくないとは言ってたけどね、伊万里さん。いやー、これむずいよ。口を出さないかかばうか。でもね、伊万里さんは喋りたくないとこそ言ったけど、なんかそれを聞いて動いているとも思えないんだよな。いや、理由はね、何にもないんですけど、私は勝手にそう思うだけなんですけど。かばいましょう。伊万里さんがそんなことするはずがありません。そうだよね。伊万里さん、いい人だし、ありえないよね。
昼休み、教室の隅から突然悲鳴が上がった。ちょっと待ってよ、もう昼休みにあるの？生徒たちが怯えたように後ずさり、黒い影が教室の中を素早く走り抜ける。ゴキブリ。いやー、ゴキブリ！一瞬にして悲鳴が広がり、生徒たちはパニックに。ゴキブリは机の下を素早く這い回り、潮目や伊万里たちを驚いて後ろに飛びのく。その場に一人冷静に立っている西上がゴキブリの進路を見定め、淡々と素手でゴキブリを掴んだ。教室が一瞬静まり返り、クラスメートたちの視線が一斉に西上に集まる。だがそう静寂を破ったのは丸めた新聞紙をギュッと握りしめた伊万里の叫び声だった。西上くん、手を挙げて、壁に手をつけなさい。今すぐよ。西上は周囲の生徒たちの驚きの視線を浴びながら肩をすくめていった。大丈夫です。タガメと変わりませんよ。いいからその気持ち悪いナイトメアを捨ててきて。そして手を洗ってきて、ゴキブリを捨てに去るなんて信じられない。西上は小さく息をつきながらも、伊万里の強い視線に押され、静かに手を洗いに向かう。この事件をきっかけにクラスメートたちのほんの少しだけ気持ちが和らぎ、クラス全体に小さな笑いが広がった。西上すごいけど、そんなすごい西上もなんだろうっていう感じがするな、これ。昼休み、クラスメートたちが再び集まり、榎本はかつてクラスメートに配った贈り物の話に発展する。そういえば榎本くんにもあったレターセット、あれに呪いが。私は使ったけど、なんともなかったです。ただのレターセットでしょ？でも、そんなことが続くなんておかしいよね。そういえば、榎本くんが転校する前、校庭で何か埋めてなかった？それは確か植物の種じゃなかったですか？夏川くん落ち着いて。鈴宮の冷静な態度が少しだけ場の雰囲気を和らげるが、それでもクラスメートたちの表情には恐怖が色濃く残っている。真実を知るには冷静さを失わないことを肝心だ。放課後、西上が教室に残っていると意を消したように伊万里が近づいてくる。このままじゃ誰も落ち着けないわ。クラス全体が不安に包まれてるし、西上くん、私にできることがあれば協力するわ。一緒に何か手がかりを探しましょう。手がかり探すか、警察に任せますっていうか。まあ、これはミステリーのゲームであり解決するゲームなわけだからね。それ探しますよ。これは探す一択でしょ。これはノーセーブだ。僕もこの状況が偶然だと思いません。このクラスで何が起きているのか、少しでも真相に近づきましょう。伊万里さん。榎本くんを表立っていじめてたのは誰ですか？犬飼くん、竹岡くん、天城さん、長平くんよ。榎本くんと特に親しかったのは誰でしたか？どうかしら。私はよく話してたけど、他の人と喋ってるの見たことがなかったわ。あの石碑をもう一回見たいな。夕日が差し込む教室。放課後のひっそりとした空気の中で、西上とタラが話している。ねえ、西上くんはさ、推しとか好きなものってあるの？私、イニシアチブのことになると話が止まらなくてさ。なんか、誰かそういうのを聞いてみたくなるんだよね。イニシアチブ、好きなんですね。確か、少し年配の方々がメンバーのアイドルグループでしたよね。そう、定年退職して小さい無気力になってたメンバーを励ますために結成されたグループなの。みんな一度は挫折を味わってるけど、それでも立ち上がって、どんな壁があってももう一度頑張るって、そう思わせてくれるんだ。素敵ですね。僕はベートーベンが好きなんです。特に、悲愴という曲が。クラシック？すごいね。どんな曲なの？ベートーベンが難聴を自覚した時期に作られた曲なんです。彼は音を失う恐怖と向き合いながら、それでも作曲を続けると決心しました。失う怖さと向き合うには相当な勇気が必要だったと思います。怖いよね。好きなものを失うって。でも、それでも続けるってすごいことだよね。生徒たちが学校を後にする中、教室に残り調査を進める西上。榎本のことを考えながら、いじめの加害者を探るために、ふと自分の記憶を頼りに考え込む。はい。じゃあ、ちょっと落ち着いていこう。さっき名前聞いたよね。
榎本をいじめてたのは犬飼竹岡。これはいいよね。天城、あれさっき、松島じゃなかった？長平って名前じゃなかった気がするんだけどな。松島だった気がします。間違ってたら私はバカ野郎です。4人のうち2人は亡くなっている。水曜日の朝、教室の空気はさらに重く張り詰めている。昨日の犬飼と竹岡の死に続き、今度はタラが今日未明に亡くなったという知らせが、マジで？皆さん、また悲しいお知らせがあります。実は、タラさんが昨晩、急逝されました。クラスは一瞬にして静まり返り、不安と恐怖が生徒たちの表情に刻まれる。これで4人目の連続する死に、クラス全体がさらに動揺しているのが見て取れる。こんなこと、どうして続くんだ。生徒たちはお互いの表情を眺め合うように視線を交わし、不安の色を隠せない。伊万里がおやつのリンゴをシャクシャク食べていると、西上がふと思ったように声をかけた。伊万里さん、マンチニールって知ってますか？マンチニール？私はわからないですね。猛毒の木で実を食べると命を落とすこともあるそうです。葉や樹液に触れるだけで皮膚が腫れ、雨の日に木の下で雨宿りをすると毒が滴り落ちて全身がかぶれるとか。恐ろしい木ね。そんな木、私だったらすぐに焼いちゃうわ。それが難しいんです。燃やすと有毒な煙が発生するので、なかなかそうもいかないんですよ。厄介ね。一説によると、白雪姫の毒リンゴはマンチニールの実がモデルになっているとも言われています。おとぎ話も案外そこら中に転がっているのかもしれないわ。伊万里が小さくため息をつき、西上の方を見やり、ある疑念を口にする。ねえ、あなたもしかして整形して戻って、そういうこと？そういうことか。整形して戻ってきた榎本くんじゃないわよね。最初の日、近江さんにも整形してるかって聞かれてたし、あの時あなたは、整形してないと否定していた。肯定も否定。どっちだったっけ？整形してないってはっきり言ったか？言ってなかったような気がするな。なんだろう。へへへみたいな感じで、やり過ごしてた記憶しかないな。確かね、やり過ごした気がするんで、こっち行きますわ。肯定も否定もしてなかった。確か、否定も肯定もしてなかったわよね。僕は違います。転校の理由も全く別の目的があってのことなんです。そうならいいんだけど、疑ってごめんなさいね。まずは、タラさんと仲の良かった人に話を聞きましょう。どうなの？西上は伊万里と共に、タラの親しい友人だったクラスメートたちに話を聞いて回る。まずは冷静な様子で話しかけてきた鈴宮に尋ねる。塩宮だっけ？塩宮。最近タラさんに変わったところは特にありませんでした。でも最近4キロ太ったとすごく落ち込んでましたね。成績も落ちたと言ってました。他にはアイドルグループのグッズが当たったらいいなって楽しみにしてたくらいで、例のアイドルに夢中になって身を滅ぼしたんだろうな。そうですか。他に天城さんもタラさんと仲良かったと聞いてますが。天城さんは同じアイドルグループのファンでよく二人で話をしてましたね。私、天城さんはあまり得意じゃなくて、なんというかああいうヤンキータイプとはどうも肌が合わないんですよね。教室内では事件の連続で漂う不安が徐々に静けさの中に重なっていた。生徒たちは話題することもためらうかのようにそっと視線を交わしている。そんな中、伊万里がふと心配そうに先生のことを口にした。先生、大丈夫かしら？最近は教師もいじめ問題に加えて、モンスターペアレントの対応やサービス残業に追われて大変と聞きますし、心配ですね。トラウマになるかも。新卒でこの事件は教職を辞めてしまってもおかしくないですね。後で逃げ合っておくわ。葬式続きでくたくただろうし。生徒たちはまたそれぞれの机へと視線を戻し、複雑な思いを胸に抱えながら授業の再開を待っていた。
教室の静寂は一層重く、まるで冷たい冬の風が入り込んでいるかのようだった。放課後、西上と伊万里は天城に話を聞くため近づく。天城は少し不安そうな顔をしながら質問に答え始める。確かに私とタラは仲良かったよ。同じアイドルグループのファンだったから、ライブにも一緒に行ったし、私だってタラのことは詳しく知らないよ。榎本くんについても教えてもらえますか？榎本？男のくせに弱々しくて、正直言って嫌いだったよ。いじめてたって？いや、そこまでしてないわ。殴ったりもしてないし。わかったわ。あなたの話参考にさせてもらう。伊万里さん、タラさんと天城さんがファンだったアイドルグループの名前を確認しておきたいんですが、イニシアチブですよ、イニシアチブ。イニシアチブは、こんなウに点々じゃなかったと思うんですよ。ブです。ノーセーブです。そう、イニシアチブでしたよね。もうこれ英語で言えばね、ウに点々の方がまだいいと思うんですけど、イニシアティブ、主導権。例えば、イニシアチブを取るとは主導権を握って進行をリードすることを意味しますね。まあどちらの表現でも問題ありませんが。その日の夕方、担任教師が急いで教室に戻ってくると、深刻な表情で口を開いたり、親御さん？ついさっき親御さんから連絡ありました。榎本くんが九州の自宅で自ら命を絶ったことが分かりました。めちゃくちゃじゃん。でもこれで整形してどうこうだってさっきちょっと伊万里さんが疑ったのは違ったってことになるのかな。再び教室は静寂に包まれ、恐怖と緊張が漂う中、複雑な表情が生徒たちの顔に浮かぶ。これにより榎本の復讐説は完全に消えたが、榎本くんだったら万が一あり得るかもって思ってましたけど、これでもう誰も死にませんよね。ってことは、やっぱり偶然だったってことなのか？ここで選択肢か。これで全てが終わったかもしれない。まだ何か残ってる。いやー、残ってるに決まってるじゃん。だって、あんな遠くにいた彼が復讐できるわけがないんだから、ここで何かやってたのは別の人間でしょう。終わったわけがない。彼が亡くなったことで終わるわけがない。彼が亡くなった理由はわからないけれど。まだ何か残ってますよ、そりゃ。榎本くんが事件の犯人だとして、どうやって彼を殺害したのか、まだわかってません。死亡が確認されたのが朝なので、夜間に。木曜の朝、教室に入った西上は空気が張り詰めているのを感じ取った。教室内には不安と恐怖が充満していた。教師が教室に入ると、生徒たちに向けて慎重に口を開いた。いや、また悲しいお知らせがあります。天城さんが昨晩亡くなりました。クラスは瞬間的に静まり返り、夏川が大きな声で叫び出す。榎本は呪いだ！みんな殺されるんだ！したくない！夏川の言葉に触発されるように、教室は再びざわめきに包まれ、生徒たちは自分たちがいつ命を落とすかわからないという恐怖に震えていた。その後、夏川は悲鳴を上げながら教室を飛び出していく。夏川くん、落ち着きなさい。それに今日は中間テストの日よ。こんな時に中間テストできるわけがないよ、もう。校庭の木が少し色づき始めた秋の午後。教室には柔らかな日差しが差し込んでいた。いつもなら、昼休みの時間に生徒たちの笑い声が談笑を響くはずだが、今の教室には重苦しい沈黙が漂っていた。そんな中、教室の扉が控えめに開かれ、一人の先生が深刻なお持ちで入ってきた。皆さん少し話を聞いてください。いや、もう嫌だよ。先生入ってくるたびにもう良くない報告ばかりだもんね。彼女の緊張した表情に異変を感じ取る。教師の声は低く、かすかに震えているようだった。先ほど、夏川くんが自宅で亡くなっていたと連絡がありました。教室に漂っていた重苦しい空気が一瞬で静寂へと変わり、誰もが息を飲んだ。瞬き一つしないまま硬直したように教授を見つめる生徒たちの中で、ミオがうつろな目をして口を開く。
こんなことが本当に続くなんて。そのつぶやきは教室の奥に吸い込まれるように消えていった。生徒たちの視線は次々と夏川の机に向けられ、そこには今も彼の教科書やノートが置かれたままだった。まるでそこに夏川がまだいるかのように。西上は周りの生徒たちの表情が怯えと絶望に満ちていく中、心の底に湧き上がる疑問に取り憑かれるように考えを巡らせていた。このクラスで繰り返される謎めいたし、立て続けに命を奪われていく友人たち、そしてその全てに関わる理由、ただ一つ言えるのは、榎本が犯人であるという推測では全て説明できないということだった。修練の時間、夕暮れに近づく冷えが、教室にじんわりと息を潜めている。教師は重々しい面持ちで教壇に立ち、教室全体を見回してから、警察によると、近江さん、犬飼くん、竹岡くん、タラさんの死因は、すべて同じ神経毒であると判明しました。その言葉が教室に響くと生徒たちは一瞬息を飲んでからざわざわと小さな声で話し合った。神経毒ってもうあれじゃん。いわゆる、なんだったっけ、名前忘れたけど、なんか植物の花だったか枝かなんかのもうとにかく液に当たるだけでダメって話あったもんね、さっき。ああいう系でしょ。誰もが震え、教室に満ちた視線を互いに投げかけていく。教室の後ろで塩宮がかすれた声で口を開いた。毒殺ということは、例えば被害者たちの夕食に毒を仕込んだり、夜中に寝ている間に注射で体内に毒を入れたりしたということですか？その問いに松島は困惑した様子で答える。でも榎本はもう死んだはずだろ。だったら一体誰が天城や夏川を殺したんだ？もしかしてこの中に共犯者がいるってことか？その言葉に教室の空気が一段と張り詰める。教室中の視線が互いに不安そうに交差し、誰もが誰かを疑い、恐れ、そして何よりも混乱していた。その中で菅谷が冷静に松島を制止するように手を挙げた。待ってくれ。夏川くんが教室を飛び出した後、僕たちはずっと同じ教室でテストを受けていたじゃないか。つまり、ここにいる誰にも夏川くんを殺害するのは不可能だ。教室内がさらにざめつく中、誰もが黙り込み、考え込むように下を向いた。その言葉が示す事実は恐ろしい不可能の連鎖を生み出し、事件の真相がますます見えなくなっていることを感じさせた。西上が来て亡くなったのは、榎本を除いて、ちょっと待って、これちょっと戻らせてください。この下から数行目の先生ってとこを見ると、警察によると、近江さん、犬上くん、竹岡くん、タラさんの死因は神経。これ4人でしょ。で、これ以外に亡くなっているのが、今出てった夏川くんだけか？いや、違うな。そうすると5人だもんな。5人じゃないのか。6人。西上が来てから亡くなったのは6人。確か、近江さん、犬飼くん、竹岡くん、タラさん。榎本くんはそうだよね。榎本くんを除いてだから榎本くんもいるけど、天城さん、夏川くん。だから6人。榎本くんを除いて6人。放課後、日直の伊万里が教室に残り日誌を書いているところへ伊万里の兄。新しい登場人物だね。大和が現れる。なでしこ伊万里さんの名前なでしこっていうの？素晴らしいじゃないですか。伊万里兄。いや、なでしこ、来てやったぞ。お兄ちゃん、まだ西上がいるから。お前のクラス大丈夫か？死神が来てから死人が出続けてるっていう噂だぞ。笑えないわね。西上くんのせいにするんじゃないわよ。伊万里さんのお兄さんですか？はじめまして、西上です。妹さんにはお世話になっています。あれ？西上くん、いいやつじゃん。こいつ字下手だからさ、俺が代わりに詩書いてやってるんだよね。黙ってて。お前、半年前のあの子の転校から、ずーっと気にしてるよな。いじめを止められなかったって。
お前の字の下手さを知って、いつもフォローしてたもんな。西上くんなら、こいつを助けてやれるかもしれない。伊万里兄が西上をニッと。眼差しを向ける。じゃあ、榎本くんって、甘利さんに対してはすごくいい子だったってことか。そうか。伊万里さんが僕の字を褒めたり、授業中板書を避けたのは。そうか。板書避けてたんだ。字が下手なのを気にしてたんでしょうね。西上は榎本に起こった出来事を感じ取りながら、事件の全貌を知るために、伊万里と共に推理を続ける。推理の世界には3つの問いが軸になるのをご存知でしょうか。それは、フーダニット、ハウダニット、そしてホワイダニットという謎です。うちも全然わからない。初めて聞く言葉ばかり。フーってことね。はい。ごめんなさい。わかりました。フーは誰？ハウはどのように？で、もう一個何だったっけ？ホワイ。はい、ホワイね。なんでですよね。なぜと。フーダニット。誰が犯人なのかって意味です。人が本能的に従うのはこのフーダニットでしょう。6人を殺したのは榎本くんか彼の共犯者かと思ったけど、3つの問いは1つでも間違えるとバッドエンドになります。今から出てくるの？はい、保存、セーブ、推奨。今から3つ出てくるうちの1個の間違ったらもうゲームオーバーね。全員榎本が直接殺した可能性。これは違う。絶対違う。これ絶対違う。最初の5人は榎本が殺して、夏川は自殺の可能性。2つの選択肢どちらでもない。これ最初に疑われてたのは榎本くんの復讐劇だったよね。だから復讐している以上、でも復讐してるけど、かといって九州に引っ越してるわけだから無理じゃんってなって、で一時西上が疑われたけど、共犯者がいるのかじゃあ。だから2つのうちどちらでもないじゃないのこれ。最初の5人を榎本が殺すことすら不可能なんじゃないのかな。榎本くんが全員間接的に殺した可能性が高いですね。間接的にはね。榎本が仕掛けた罠という可能性があるかもしれません。つまり榎本くんの計画が彼の死後も一人歩きして偶然に作用してしまったんです。じゃあ共犯者の可能性は？夏川くんが死亡した時、僕たちは一緒にテストを受けていました。夏川くんの他のこの学校を出た人がいないそうなので、共犯者の可能性は、と私の推理と若干違うな。それにもし共犯者が榎本くんの復讐を代行しているんだとすれば、いじめの主犯4人の中でまだ生き残っている長平くんが狙われるのが自然な。そういうことか。ですが実際に亡くなったのは傍観者だった夏川くんです。いじめを直接行っていたわけではない彼を狙うのは、復讐の目的に属していないように思えます。次にハウダにどのように行われたか。家庭手法を解き明かすことを意味します。はい。どうやって？校庭の木に毒が含まれていた。ミオが撮った写真に何か秘密があった。イニシアチブが関係していた。榎本からもらったレターセット。なるほどね。ちょっと待てよ。校庭の木といっても、校庭の木を育ててたのって、最初の子だけでしょ？でその子が育ててたからって言って、なんかその花になんかやったか？で、ミオが撮った写真に何か写っていた。確かに彼はめちゃくちゃいろんな写真を撮ってたけど、だったらミオが狙われるんじゃないのっていう気もするんだけど。ミオが犯人なのかじゃあ。アイドルグループイニシアチブ。いや、イニシアチブに関係してるのはどっちかっていうと、ウハウハしているメンバーだけじゃないかな。レターセットもたまたまなんか隠れてるのを見つけたって感じだったから、いやでもレターセットかな。レターセットは一応もらってはいるはずで、捨てた子もいるってことか。レターセットにしますか。レターセット。榎本くんはレターセットに毒を仕込んでいた可能性が高いです。例えば切手に無味無臭の神経毒が塗られてたとしたら、舐めて使う際に誰も気づかずにその毒を口にする可能性があります。神経毒は極めて少量でも致死量に達するものがあります。
無意味無臭で20分ほどで効果が現れるタイプのものなら、封筒に貼った直後に気づかずに出すことが可能です。さらに投函後は全て本人の元に届き、警察も容易に証拠を見つけることができません。それなら確かに彼は直接手を下さなくても罠を仕掛けることができたわね。Why done it? なんでなぜ犯行になったのか。疑いのうちはありませんね。いじめですよね。いじめ、恋敵、進学で有利。恋敵はもうそもそもそんなのどっかで語られてた印象ない。進学の話もいじめしかないよね。いじめ。クラスで受けた心の傷と孤独、そして誰にも助けてくれなかったことが榎本くんの心を蝕んでいったのかもしれませんね。助けを求めても届かず、やがて傷つけられた痛みが強い憎悪に変わっていったのは間違いないでしょうか。人の心は計り知れない闇の中に隠されている。偶然が過ぎてるわ。こんな短時間で切手を使う人がこんなにいるなんて思えない。それもそのはずです、今井さん。今回の一連の詩には2つの軸があることに気づきました。一つは榎本くんに手紙を書き、必然的に切手を使用した人たち。そしてもう一つは偶然に切手を使ってしまった人たちです。紐解いていきましょう。榎本くんへの罪悪感から手紙を書いたというのが、犬飼くん？大見さん。あれ、いじめの主犯格が誰だったっけ？この犬飼あたりじゃなかったっけ？主犯格が手紙を書くか？書かんやろ。いや、書くかもしれないな。逆に主犯格じゃなかったからこそ見ていただけでごめんねみたいな風に書くんじゃないのかな。下にしてみますね。大見さん、竹岡くん、夏川くん。罪悪感から手紙を書いた。罪悪感から手紙を書いた可能性が高いです。ここからは憶測ですが、大見さんの場合、榎本君が座っていた席に僕が座ったことで彼を思い出し罪悪感に駆られて手紙を書いたのでしょう。竹岡君の場合、榎本君をいじめていた犬飼君が亡くなったことで、榎本君の復讐だと怯え、自らのいじめを謝罪する手紙を送りました。夏川君の場合は榎本君が亡くなった後、さらに天城さんが亡くなったため、これは榎本君の呪いに違いないと信じ込み、恐怖から彼への許しを請う手紙を書いたと推測できます。となると他の3人は、天城は手紙の投函タラと、犬飼は特定の趣味で、イニシアチブだ、イニシアチブ。イニシアチブに手紙を送るんだ、ファンレター。だから、待ってよ。イニシアチブって天城さんだったっけ？タラと天城がイニシアチブじゃない？犬飼くんは確かに竹岡くんに手紙の投函を頼まれたリネで話してましたよね。ちょっと待って。これか。犬飼くんは確かに竹岡くんに手紙の投函を頼まれたとリネで話してましたよね。話してたっけ？もうすごい難しいね、これ。覚えてないといけないね。そして、タラさんと共通のアイドルグループのイニシアチブのグッズ応募で切手を使う。そう、これは思った。そう。塩宮さんもレターセットと切手を使って手紙を出したはずなのになぜ彼女だけは無事だったのかしら？塩宮さんの場合、切手を舐めることがなかっただけではないでしょうか。切手は確かにね、舐めて、ペロってやってね、貼るっていうのは昔からよくありますけどね、習慣上。以前の会話がその理由を示している気がします。その理由を示しているのは、覚えてねえ。塩宮さんとタラくんの会話、菅谷くんとの会話。これ全くわかんないですわ。これね、ほんとわかんないです。これタラさんにします。塩宮さんはタラさんがアイスの蓋を舐めているのを見てはしたないと、あったね。ありました。彼女が切手を舐めて使うことが考えにくいと言えるでしょう。そういえば、みおくんのおじいさんも最近亡くなったって話が出てたけど、みおくんの話から言うと、おじいさんは新聞のクロスワードパスの応募に使った可能性が高いと考えられます。榎本くんに対して特別な感情があって使ったわけではなく、偶然に近い要因と見ていいでしょう。そうなると、みおくんのおじいさんは榎本くんの復讐計画の想定外の犠牲者。可能性は高いですね。偶然の犠牲にさえも計画が絡んでしまうほど、
榎本くんの執念が深かったのかもしれません。ここまで深く誰にも気づかれずに計画を実行できたのは、榎本くんがこれほどまでに執念を持っていたなんて。事件が明らかにされた後、クラスはただ静まり返っていた。誰もが自分の行動を顧みて言葉を失っている。西上はゆっくりと口を開く。確かに人は何かしらの違いや特徴があるかもしれません。しかし、それを誰かが傷つけていい理由になることなど絶対にありません。黙って見ていた人も助けなかったけれど、できなかった人も、榎本君にとってはみんなが同じ加害者だったのではないでしょうか。それに、このクラスにはクラス替えがある。クラス替えがない。どっかで言ってたかな。でもあるんだったらいいじゃない。ないからもう絶望するわけでしょ。松島君は最初、僕に2年間よろしくなと言ってましたね。はい、言ってました。変えないんだね、じゃあ。このクラスにはクラス替えはない。つまりいじめがあれば、それは卒業まで続くと感じたのかもしれません。西上は静かに推測を続ける。そして逃げた先でも似たような状況に直面していたとしたら、彼はその先に希望を見出すことができなかったのではないでしょうか。最後に彼が自ら命を絶った背景には、僕たちには計り知れないほどの絶望があったのかもしれません。傷は一生、そこに残り続ける。僕たちは一生考え続ける。教室には張り詰めた。沈黙が広がり、クラスメートたちは言葉を失った。榎本の子に刻まれた深い孤独と絶望を少しでも理解しようとする気配が漂い、西上の言葉が一人一人の胸に重く響いていた。放課後、教室に残った西上と伊万里が静かに向かい合う。伊万里さん、榎本君にとって唯一の加害者でなかったのはあなただけでした。彼はあなたが字を書くのが苦手なことを知っていたのです。だからこそ手紙を書かないあなたは、この手紙の、この計画の対象外だったのかもしれません。そうね。伊万里はその言葉を受け止めながら複雑な表情に揺れる。夕刻の時間に静寂が満ち、低く垂れ込めた雲からわずかに差し込む夕日の光が教室の壁を淡く照らしている。その中で西上は教室の片隅に座り、彼を見つめる伊万里の視線を感じ取っていた。伊万里には重い沈黙を破り、どこか懐かしむような瞳で、西上に問いかけた。あなた、本当に榎本くんじゃないの？西上はふと驚いて表情を見せるが、すぐにその表情を消し冷静に問い返す。どうしてそう思うんですか？伊万里は言葉に詰まり、一瞬視線を落とした後、遠くを見るように静かに話し始める。榎本くんが亡くなったことをこの目で確かめた人なんて誰もいないのよ。彼の死が狂言だったとしたらどうかしら。榎本の死を先生に知らせたのは警察だったか榎本の親だったか。確か、榎本くんが九州の自宅で亡くなったと聞きましたみたいな連絡を先生が発表してたよね。いやー、どっちだったかな？警察ってワード出たかな？でも普通に考えてわざわざ前の学校のとこに警察が電話するかな？するかもしれんけど、親かな？少し間を置き、どっかためらいを含んだ声でつつけた。九州にあるという家の話だったので、証拠はどこにもないの。もし彼がまだ生きていて私たちをこんな風に翻弄するための計画だったとしたら、その声には消えない痛みと、どこか救いを求めるかのような願いが潜んでいた。西上は言葉を返さず、曖昧な微笑みを浮かべただけだった。何かを悟りながらも、それを口には出さず、ただ夕暮れの光の中でわずかに揺れる彼の姿に、伊万里は立ち尽くしていた。あれから、西上が去った後、クラスには静かな恐怖が残っていた。事件は未だ解決されず、警察も毒がどのように入れられたのか、具体的な手段を突き止めることができていない。それから幾日も過ぎ、教室の不安は薄れていくようでありながら、ふとした瞬間に蘇る。時々、誰もが思いもやらぬ死の知らせが届き、クラスメートの一人が失われていくこともあった。ずっと続いてるってこと？
いずれ自分にも順番が来るのではないかという予感が教室の中で囁かれるたび、誰もがその不安を抱いたまま生活を続けていた。西上もまた去っていった。え残された者たちがもがく中、彼は真実を明かすことができないまま、ひっそりと姿を消した。事件の真相は封じ込められたかのように闇の中に潜み続けるが、誰一人それを暴こうとする勇気を持たず、ただ日常の中に隠された恐怖を抱え、進んでいくのだった。解決せんのマジかいや、西上が去っていったっていうのが変じゃない？だって去っていくってことは、なんかあるからでしょ、やましいことが。最後までプレイしてくれてありがとうございました。いや、もうこちらこそありがとうございます。私の脳みそが本当に凝り固まってるってことがよくわかってしまいました。セーブ推奨ってなったところあったじゃないですか。そこに戻ってきました。私は何かを間違えてるんですよね。どっちでもないんじゃない？やっぱり。どっちでもない。これはレターセットじゃない？これはいじめの復讐だよね。榎本を傍観してたからごめんねの意味で手紙を書いた方なのかな。だとしたら下だよね。下行ってみますか？これ下ですよ。タラと天城はある目的。なんか舐めるなよみたいな話をしてたみたいな話だよね。うわぁ、どっちだったっけ？クラス替えはないんですよ。ここまでの選択肢でさっきと全部一緒になってない？もうだったらやり直してる意味がないぞこれ。警察にしますよ。終わりだ。もうダメだ。私はダメだ。もう。やっぱ何回やっても考え方は変わらないんだよな。最初に選んでったので間違いないと思うんだけどな。制作者様のアイデイ様。私は何が間違ってるでしょう。脳みそがおかしいんでしょうか。これ、初めて見たときは、名前だけしか並んでなくて、誰が誰だか何のこっちゃって感じだったんで、わかんなかったですけど、今見ると、これ、右側の2列は、天城、赤峰、伊万里、犬飼っていうような感じで、一応あ行のあから始まってはいるんですよ。で、そうやって考えると、3列目の右、上から3列目の右2列見たときに、近江ってのは、あいうえおでわかるんですけど、西上の2は明らかに変ですよね。で、その下に、神奈川、貝原。これ、あいうえお、か、きくけこ、さしすせそと来るので、その下の黒川、塩宮。この流れは、やっぱり西上だけ異質なんですよね。本来ここに榎本がいたとすれば、あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、おかしいのかと言ったらおかしいですよね。これ私どっち選びましたっけ？それすら覚えてない。おかしいをちょっと選びますね。これ読んでないね。字が黒字になったんで。僕の席以外は男女混合の列で名前順に並んでますね。で、赤字に戻りましたね。榎本をいじめていたのは、犬飼竹岡で、天城、長平。これ長平という名前が初めて出るんですよね。これ初めて選んだんだ。4人のうち2人は亡くなっている。あれからって出てたんだけど、ダメかな。ダメやった。いや、アイデイさん、最初からやり直してみたんですけど、ダメでした。こういう、なんか直接推理的なものと関係ない選択肢は、もうなんか思う通りにババって選んでたんですけど、ちょっとこういうのもちゃんとやっていきますか。手伝ってください。これ行きましょうか。赤峰くんは出た案のメモ。天城さんは予算の検討をお願いしますね。めんどくさ。しょうがないな。ごめん。ひまりさんにいつも任しちゃって。ありがとう、西島くん。あなたが言うと、みんなも素直に聞いてくれるのね。
ちょっと変わったぞ。こいつもあれからだったもんね。夕暮れの教室で事件の真相を解き明かした西上に伊万里が駆け寄る。彼女の瞳にはどこか決心したような光が宿っていた。西上くん、この学校に残れないの？みんなまだあなたが必要なのに。西上は一瞬言葉を失い、伊万里の強い眼差しに見つめ返す。今までの自分が抱えていた孤独とは違い、この場所で感じた温かな思いが胸に深く残っていたのだ。そうですね。ここで新しい日常を続けていくという選択肢もあるかもしれません。少し考えさせてもらえますか？もちろん、みんな待ってるから。夕焼けに染まる教室の中、二人は未来への希望を感じながら、静かに立ち尽くしていた。西上が再びクラスに戻り、彼らと共に歩む道を選ぶ可能性が見え始める。その日はまだ決まっていないが、確かな希望がそこに残されていた。トゥルーエンド。じゃあ、どういうこと？推理的には全部合ってたってこと？最初から。どういうことだ？どういうことだ？西上は整形した榎本くんなの？親御さんから連絡があった。なんでここを離れなきゃいけないの？アイレイ様、ありがとうございました。ただ、私の脳みそが凝り固まってるせいか理解が追いついていないです。さあ、今ですね、すべて終えまして、ここまでの動画をもう編集した段階で今、この収録をしてますけども、結局この話はどうだったんだろうというのを私なりにちょっと考えたんですが、まず、あくまで私の考えです。西上は榎本ではないと私は思います。というのはですね、西上自身が伊万里さんとかから榎本の整形したバージョンじゃないのみたいなことを聞かれて、それを明確に否定してたりとか、なんか別の目的があって来てるんだとか、いろいろ言ってるんですよ。榎本の整形バージョンなのであれば、なんかそれを打ち明ける描写があってもいいのかなとか勝手に思ったりしたんですけど、そうじゃないっていうことと、別の目的があって来ているっていう言い方だとなんか別なんでしょうね、本当に。なので榎本ではないんじゃないかなと。で、あとは西上がもともと転校してきたわけですね。で、転校してきて、これ失敗のエンドを迎えた時にいなくなっちゃうじゃないですか。で、これは復讐を終えたからいなくなったっていうよりは、なんか別の目的があったけど別の目的が果たせなかったからいなくなったんでしょうね。で、別の目的がじゃあ果たして何だったのかって言われると、それはちょっとわからないんですよ。ただ、西上としてはできる限り転校したくないんじゃないのかなっていう気がしました。今度ならここでなんとかなるんじゃないのかみたいなことも最初に言ってた気がしますし、今回事件が起こって疑われたわけですよね。疑われたことによって、今回もうここに入れないなっていうことでいなくなったと。ということは西上自身は痛かったんじゃないのかなと思うんですよ。ちょっとそれなりに考えてはみたんですけど、まとまりのない話で申し訳ないんですが、そうじゃったんじゃないかなと思います。それ以前に転校してるような雰囲気があるので、おそらく西上はいろいろ転々としてるんじゃないのかなと。で、どっかにある意味定住をしてしっかり学園生活を送りたいっていう、そんな感じじゃないかなと思います。私としてはですね、この大見さんが最初に出てきた時に思わず口を滑らせてですね、いいじゃないとか言っちゃいましたけど、その大見さんがすぐ亡くなってしまってもう大ショックを受けてしまってですね。で、伊万里さん、すごくいいじゃないですか、彼女もね。学級委員長っていうことで、そんな彼女に見守られながら西上がこの後の生活を送っていくっていう、なんかそういうその後があると西上も救われるのかなとか勝手に思ったりしました。あとですね、男性キャラの中で津ヶ谷くんっていたじゃないですか、極度のサムガリアン。もう彼がこたつを出して教室で和むシーンってあったじゃないですか。あれいいですよね。私も極度に寒がりなので、なんか気持ちはめちゃくちゃわかるんですよ。もう部屋を温めるんじゃなくて自分をどう温めるかですよね。はい、ということで、富士ラッカー症候群、非常に素晴らしいゲームでした。真実は制作者様のアイレイ様のみぞ知るというところになるかなと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。私としては今回学んだこととして、
今後切手は、舐めません。シールタイプのものを使用したいと思います。ありがとうございました。